こんにちは、あやこです。今回のテーマは育児について。現在、私は育休中で1歳の息子を育てていますが、今後職場復帰を控えているので、今よりも育児や家事に割ける時間がなくなることを想定しています。なので、必要ないと感じた育児は省くことを今から意識しています。今回はそんな我が家のやらない育児というのをご紹介したいと思います。朝ごはんのバリエーションは考えない。朝食はパンとフルーツ、ヨーグルト、麦茶で固定しています。毎朝バリエーション豊富に考えていた時期もあったんですが、とにかく朝は眠いということに気がつきまして、なるべく脳のリソースを使わないようにこのメニューに固定しました。これは今、私とパートナーが朝食を食べていない時期なのでこの運用にしていますが、もし私たちが一緒に食べるようになったら、それに合わせてメニューが変わったり、また息子が成長するに伴い自分自身で朝食を準備してもらうという選択肢も出てきます。その時に応じて美味しさ、栄養、手間のなさ、それぞれのベストバランスを考えた運用にしていきたいと思っています。着替えない。起きてからは基本的にパジャマのままで過ごしています。いろいろな意見があるでしょうが、今のところ着替えないことにクリティカルなデメリットを感じていません。大人ですらパジャマのまま過ごすことが多いですし、毎日洗っているので清潔感は保てていると信じています。外出するときはズボンだけ着替えて、基本的に上はそのままです。全然いけます。最悪ベビーカーの上からカバーで隠しちゃえば下もパジャマでいけます。コーディネートは考えない。というよりも、考えるほど服のバリエーションは持っていません。そこまで収納が多くないっていうのと、基本的に毎日洗濯をするため、今のところサロペット2着と外出用のトレーナー2着、薄手のシャツ2着程度あれば十分です。そのどれかを着ている感じになるので、コーディネートは考えていません。服は畳まない。我が家では夜に洗濯乾燥をして朝に仕分けをしていきます。その際は大人の服も含めてほとんど畳んでいません。そのまま洗面器横の引き出しへギュッと入れるだけにしています。シワもそこまで気にならないと思います。ちなみに大人の服は裏返ったものを裏返したまま収納しています。裏返った洗濯物を表に返していくのと、裏返ったまま収納して着るときに逆から頭を入れるのというのを比較した場合、後者の方が私にはストレスがないのでそうしています。たまにそのまま着てしまって気づかずに外出してしまうという弊害もあります。お昼ご飯は手作りしない。昼はもうほぼレトルトのベビーフードです。炊いたご飯をレンチンして、その上にレトルトのご飯を温めずに混ぜるといい感じの温度になります。前日の残りのおかずがある場合はそこにプラスしたり、あとは作り置きの味噌玉か市販のスープを薄めてあげています。このシステムにしてからお昼ご飯を準備する負担がかなりなくなりました。今時のベビーフードって種類がかなり豊富なんですよね。直近食べたものと味が被らないようにランダムにピックアップしてあげています。ご飯は手伝わない。今息子は1歳3ヶ月でして、この時期になるとつかみ食べっていうのは当たり前なのかもしれないです。でも我が家ではもうほとんど最初から自分で食べてもらうようにしていました。もちろん大人がスプーンであげた方がきれいに食べられるので、片付けも最小限で済みますが、食事中お皿と息子の口の間をスプーンで往復し続けるよりも、なるべく一緒のタイミングでご飯を食べて一斉に片付けた方が私個人的には負担が少ないように感じました。最初の頃はただ食べ物を掴んでぐちゃーっと握りつぶして終わりっていうことが多かったんですが、いつからか自分で食べてくれるようになりました。スプーンもこのぐらいの時期で練習しなくてはいけないのかもしれないのですが、今は右手に持って左手でつかみ食べというスタイルです。
そのあたりは自然の流れに任せようと思っています。お風呂に入る前であればコップもお味噌汁も自分でどうぞという感じです。めっちゃこぼされますけど、子供の味に寄り添わない、ここは育児というよりも私たちのことになるんですが、料理は子供も大人も食べられるものを作って塩分だけ子供向けに調節するなどした方が本当は手間がないと思います。でも効率にとらわれすぎると、自分たち夫婦が本来食べたいものがあるはずなのに、無意識のうちに食べたいというアンテナに制限をかけてしまうのではと懸念しました。食事は私にとってもパートナーにとってもかなり重要なものです。そのためまずは自分たちが食べたいものを優先して作るようにしています。その後で子どものご飯はメニューによっては途中で取り分けたり、できたものに水をぶっかけたりして塩分を薄めて、難しい場合は手間ではあるのですが子ども用に一から別の食材で作ることが多いです。寝かしつけはしない。現在は11時から12時、16時から17時半にお昼寝をし、夜は8時に就寝という生活スタイルです。昼寝の際も夜のねんねの際も寝かしつけはしていません。寝る支度をしてベビーベッドに入ったら、あとは寝室のドアを閉めるだけです。ネントレの本を参考にしつつ、意外と新生児の頃から自分の力で寝てくれていました。そういうルールだということが分かっているようで、おそらく眠くない時でもベッドで一人で時間を潰しているようです。以上、我が家でやっていない育児でした。誤解を恐れずに言語化するのであれば、一つのことにおいてあまりちゃんとしていなくても、大きく偏りすぎてさえいなければ最終的に何か致命的なことになることはないと考えています。今後生活スタイルの変化や違う情報を見聞きするなどして考えが変わる可能性ももちろんありますが、今はこんな感じということでご紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。